こんにちは、岩根です。今日はですね、こちらのピコノボさんの作ったまみちゃんっていうキャラクターを使って実際に絵コンテから動画までどういう風な感じで仕事が流れていくか、いわゆる商業アニメーションの、素材っていうのがどういう風に流れていくかっていう解説をしたいと思います。で、仮に今回僕が作ったのがこちらの絵コンテなんですけども、これを元にしてこんな風にワンカットだけ、このカット32っていうやつだけを作ってみたいと思います。で、まずはこういう絵コンテっていうのが演出から出てきまして、演出家と原画マンとの間でこれについて作画打ち合わせっていうのを行います。で、この時に絵コンテに書ききれないような細かい演技であったりっていうことが演出家から指定されます。で、一応今回はこのカット32っていうやつを例としてやりたいと思います。内容としてはちらりと振り向くマミで BG が白と加工で、マミセリフないですね、点々点々で2秒っていう風になっております。これに対して疑問があればその場で、作画打ち合わせの時に原画マンが演出に尋ねる、で演出がそれに対して答えるっていう形で作画打ち合わせっていうのは行われていきます。では実際に原画作業、まず一番最初に何をやるかっていうとレイアウト作業ということになります。で、レイアウト作業っていうのは昔は本当にいわゆる背景とキャラクターの大まかな配置が分かれば OK っていう感じだったんですけれども、もっとも僕が入る以前だとそもそも別に作業をせずに原画とレイアウトっていうのは同時に書いて同時に演出に提出するっていうことがあったようですが、僕が原画を描き始めた頃にはまずレイアウトチェックっていうのが行われていました。ただその場合も今みたいに細かいシートは要求されなくって、背景原図とキャラクターがどういう風に収まるかっていうことが分かればいいっていう感じだったんですけども、今はだいたいシートまでつけることが求められるんで、一応その方向で書いていきます。で、ちらりと振り向くっていうことなんで、今回このフレーム点線で書いてあるのと実線があるんですけども、通常の絵コンテに描かれてる絵っていうのはこの内側の線に収めるようにします。で、一応原図ということなんで、今回 BG が等加工っていう設定なんで、こういう風にして、で通常、キャラクターセルの部分は暖色系の色でここがセルですよっていうことが分かるようにしておくといいと思います。で、必要があれば影が重要であれば影の方向が分かるようなものをこう書いといてやると後々問題が起きづらいかと思います。こういうふうな感じですね。こんな感じですね。で、今回これを A2 として髪の毛も これを B2 というふうに仮にしておきますね。で、これが1枚目っていうか正確に言うと2枚目になるわけですけど、決めの A ですね。で、ここのところに話数、今回仮に1話っていうことにしておきまして、でカット32っていうふうにこれですね、一応しておきます。で、こっから1枚目ちょっと振り向くだが、振り向く前の絵ですね。こういう感じで。で、なんで髪の毛を B2 にしたかっていうと、ちょっと髪の毛が遅れるような表現を入れたいなっていう感じで、だからちょっと振り向くっていうのが、じゃあちょっとってどれぐらいっていうのが大体そういうのは原画マンに任せられてるわけですし、それを演出であったり作画監督がチェックするっていうことになります。で、髪の毛が B2 ってなってますんで B1 はちょっと遅れてくる感じなんで、ここら辺が組線になりますね。組、こういうのが分かるようにしておいてという感じです。
ではちょっと、一旦絵の方を離れましてタイムシートの作業に入りたいと思います。まずタイムシート、ここに話数、通常ここはもう話数を書きますんで、今回一応1話のカット32っていう設定なんで、ここに1でカットナンバーのところに32と書いておきます。ちょっとした顔の動きを3コマ中2枚っていうことにしたいんで、まずこちら A1 でちょんちょん、カット頭から動き始めて2で、ここから髪の毛が B セルに移動します。髪の毛が遅れてついてくるっていう描写なんで、でここで1で、さらに髪の毛で2、動きとしてはこれだけで一応考えておきます。で今回のカットは2秒っていうことになってますんで、分かりやすくこの2秒のところでここまでですよっていうふうに書いておきまして、でこの秒数のところに2プラス0と書いて、で背景が今回等加工っていうことになってますんで BG 白等加工っていう風に書いておくと、まあそういう風に撮影してもらえるっていうことで、原画 A は書き終わりまして、タイムシートも付け終わりで、タイムシート付け終わったらこういう風に2つ折りにして、まあこっちにも書いて、これを挟んで提出するっていうことになります。では次に演出チェック。まあこう原画板から上がってきたこのレイアウトを見て、演出がそれで問題ないかっていうことをチェックするわけですね。でこう見た時に演出として一つ演技を足したいって思ったという設定です。で目を今こっち向いてますけども、最初こっちを向いてる状態から目だけまず向くっていう演技をつけたいっていうふうに演出が思ったという過程ですね。でその場合はこのピンク色を一応演出用の紙っていうふうに設定しておきます。で、目線を先に動かしたいんで、まあ書き方は人それぞれ、この目をC2とします、例えばね。で C1 はどういう絵かっていうと、ここで一旦外して正面の方を向いてる絵、C1 でこのレイアウトの絵を C2 っていうことで、目線を先に動かすっていう演技を演出で今追加しました。でそうするとタイムシートが変わってくるわけなんです。なんでそれをこう消して、で最初止めの状態で C1 ちょん2、これで目を先に動かして、ここで C セルがなくなって A セルに乗り込んで中2枚、さっきと同じですね。タイミングは一緒です。2でここで髪の毛が B セルに乗り移って1ちょんちょん2っていう風な、これが演出がチェックしてタイミングなんか変わりましたよっていうことで、このピンクの紙が入ったっていう感じになります。ここからは、作画監督としてのチェックっていうことになります。演出は主に演技的な面についてチェックすることが多くって、作画監督もそういうとこ見ることもあるんですけど、どちらかというと絵としての完成度をより高めるっていう風な方向になります。で作画監督としては一応こういう一通り演出から入ってる修正をもとにそれを加味した上で絵を直していきます。一応作画監督は黄色っていうことにしておきますね。これも会社によって変わります。まあもちろんこれ演技なんで、自分の描いた絵に自分で修正入れてもそんなに大きく残念ながら変わらないっていうところはありますが、まあ一応その作画監督の気分で描くことにしますね。
のレイアウト修正はここまでっていうことになります。では次にこれが総作画監督のところに来て、どういうふうに作業するかってやることは一緒なんですよね。やることは同じで、違う人がこうより絵を似せていくっていう方向で、だから通常の場合だと作画監督が入れた修正範囲よりもより狭くニッチなところを攻めるケースが多いです。で一応総作画監督用こう緑色っていうことにしておきます。創作官としての修正はこういうことにしておきます。はい、ではこれが監督の方に回ってまいりました。今回は一応演出、作官、総作官、監督っていう風に回しましたけども、これ作品によったり会社によって若干前後したり、あるいは監督チェックがなかったりとかいろんなケースがあるんですけども、一応今回は総作官の後監督チェックっていう風にします。でここまで上がってきたいろんな指示をもう一度見るわけですね、おそらく。で見た上で監督として気になるところをチェックなんですが、こういう感じで監督が指示入れて、一応これでレイアウトチェックは終了っていうことになりまして、これが原画マンのところに戻ることになります。さてということで、この原画マンのところにこの七夕飾りのようになったレイアウトチェック上がりの束が戻ってきて、まずこれを一通り見て、いろんなどういう修正が入ってるかっていうことを確認した上で今から原画にしていきます。でこれがいわゆるトレースと、自分で絵を作るところは作っていくっていう。じゃあ一番キーになる A の2番からいきますね。ということで、これで原画完成っていうことになりまして、今までのレイアウトと一緒にまとめてさっきのようにタイムシートに包んで提出いたします。本当はここで原画の演出チェックが入るんですけども、今回の場合特におそらくわざわざ紙を挟んで直すようなところはないので、これはもう割愛いたしまして、作画監督チェックっていうのをやっていきたいと思います。作画監督チェックは早い話がこの原画に対して修正を入れていけばいいわけですね。
作画監督修正が終わったっていうことで、次に総作画監督のところに回ります。はい、ではこれに、総作画監督としてのチェックを加える感じにしたいんですけども、正直もうここまで来ると特にやることもないっていうのが本音のところなんで、ハイライトぐらい足しときましょうか、髪の毛の。ということで、これで原画が完成ということになりましたので、これをこの後動画のところに回す形になります。でここからが動画の作業ということになります。でまず動画がやるべきはこのシートを完成させるっていうことなんですよね。まず一番最初によいしょ、これが1番で、次にこのちょんちょんっていうところが動画が書くところになるんですけども、ここに動画番号っていうのをつけていきます。2、3で原画の2番っていうのが動画で言うと間に2枚入るので4番っていうことになります。でこれを下までヒューって引っ張る。で次に B セル、頭の方がカラセル、 B セルなしの状態で、こっから、これが髪の毛ですね。髪の毛で1、同じく中割りが2枚入って4番で止める。で次 C、 これ目線ですね。1で中割りが1枚なんでこれが2で3で、こっからは A セルに乗っかることになるのでカラセルになる。これで動画シートが完成するって。だから原画の番号と動画の番号っていうのは基本的に1番は変わらないんですけども、そこからあとは順繰りに数字がずれていくっていうことなんで、その番号っていうのが原画の番号なのか動画の番号なのかっていうのをきちんと把握しておく必要があります。でこれがシートが付けられた状態でここから、動画の具体的な作業に入っていきます。で動画がまずやるべきことっていうのは原画のクリーンナップですね。これいわゆる総作感修正、作感修正、原画っていう風になってますんで、それをその通りやっていきます。まずは A の1番、動画用紙を重ねて、これもハイライトだけなんでこのまま清書ですね。で動画番号はこの型のところに A の1で、原画に関しては丸をつける。動画チェックの人がこれが原画が描いた絵なのか動画が描いた絵なのかがすぐ分かるように、次にトレスするのがこれですね、作感修正。やることは同じ。で通常動画に使う色鉛筆はもう最近は硬質色鉛筆、六角形のやつで統一されてるみたいなんですけども、僕硬質色鉛筆を持ってないんでとりあえず軟質のやつでやってます。で使える色は基本的にはこの水色と黄緑と赤、表から使えるのはこの3種類。裏から影のところを塗ったりするんですけど、それはまあ基本何色でも問題はないです。早い話がパソコンで扱う色なんで RGB と黒 BL の4色っていうのが一番振り分けが確実にできるっていうことだと思います。あ、間違えた。これ間違いですね。目をここに描いちゃいけないです。目は C セルになるんでこれ間違いですね。目のない絵を描きます。こういう間違いがあってはいけないということを分からせるためにわざと間違えたという体で。で裏から色を塗ります。で肌色はのところをこう
オレンジで塗ることが多いみたいですね。これも作品によって多分指定があると思うんで、それに沿った形で塗っていただければ、早い話が仕上げの人が分かるようになってれば正解と。昔の僕らが動画やってた頃のアナログだと表から色を塗ってたんですけども、今はもうスキャナーになってるんで、こうやって裏からっていうことでさらに動画の人の手間がかかることになってます。こういう感じで、表からはこういう感じで、次にさっきの C2 っていう目ですね、目をトレースしましょう。で C2 はこれで見て分かるように3番になりますんで、間違えないように C の3番原画番号にして、でこれでもう C セルは終わりなんでエンドマーク。だからこういう髪の毛を描き込むのが不細工だなと思ったら、原画段階でこれを別セルにしておくっていう手はあります。これを仮に D1 とかにしておくと、こういう線を描き込まずに済んで、よりシンプルに綺麗にいくかもしれないです。じゃあもうここで目だけ先に割ってしまいましょうか。で今1番と3番がありますんで、新しく紙を置いて C の2番、必要だったら中張りは下書き書けばいいんですけども、これぐらいだったらそのまんまで。で次は A の2番っていうか、動画番号でいうとこの A の4番ですね。で今回は、髪の毛が別セルになってますんで、髪の毛関係ない頭の部分を先に描きます。 A の4番エンド。が終わった状態なので、ここから中割りの作業に入ります。
しました。結局 A セルが4枚 B セルが4枚で C セルが3枚っていうことで計11枚かな。最終的に欲しいのはこの動画11枚なんですよね。でその11枚を完成させるために何人もの人たちがこういう何枚もの絵を描いて最終的にこの11枚を得るっていうことになります。でこれをこの後仕上げの方に回すっていうことになりますが、今回はそちらの方はちょっと割愛いたします。またそういう機会があったらまたそういうお話するかもしれませんが、とりあえず、作画打ち合わせから動画までの一連の流れを、一応ご説明いたしました。では次の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。